こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。本題に入る前に、今日から新コーナーを始めたいと思います。タイトルは、あんまり関係ないけど、僕にとっては大切なお話。はい、要するに余談です。今日から唐突に始まりました。以前から聞いてくださっている方はご存知だと思うんですが、僕の人生って客観的に見ると結構特殊じゃないですか。大学を卒業して、実はそこからも紆余曲折あるんですが、会社員になったものの、やっぱ違うなと。僕、HSP だし、組織で働くのしんどすぎんってなって会社を辞めました。そこから一人で生きるを実践してきて、今は UberEats の配達と、この発信活動、それから執筆活動を組み合わせながら、生計を立てられるようになっています。もちろん最初からうまくいったわけじゃなくて、発信では1円も稼げない時期もありました。ほぼ UberEats 専業みたいな。当時はやっぱり焦りもありましたし、この先どうするんだろうっていう不安でいっぱいの夜もありました。そんな時期に僕を救ってくれた一冊の本があるんです。それが坂口恭平さんの生き延びるためのジムという本。これ簡単に言うと、生き延びるためにちゃんと数字で計算、つまり事務管理をしたら不安に思う必要なんてないんだよっていうことが書かれているんですね。僕、この本を読む前から頭のどこかでちゃんと計算していけば不安って消せるんじゃないかって気づいてはいたんです。僕のラジオでもよく人生は算数って話をしますよね。だからこの本に出会った時、答え合わせができたというか、自分と同じように考えて実践している人がこの世の中にいるんだってものすごくジーンとしたのを覚えています。というわけで、今日の新コーナー、初回からちょっと熱く語ってしまいましたが、本編に入っていきたいと思います。さて、今日のテーマはですね、たくさん稼ぐを諦めたら、毎日が夏休みになった話というテーマでお話ししようと思います。皆さんは毎日もっと頑張って稼がなきゃ、周りに置いていかれないようにしなきゃって自分を追い込んでいませんか？実は僕も会社員時代はたくさん稼いでいい暮らしをすることこそが正義だと本気で信じていたんです。でも結論から言ってしまうと、僕たち HSP や内向型にとって、そのガツガツ稼ぐ競争ってただの消耗戦でしかないんですよね。今回は僕がたくさん稼ぐことを思い切って諦めた理由、そしてその結果、なぜ毎日が夏休みのような最高の自由を手に入れられたのか、じっくりお話ししていきます。今、日々の仕事や将来のお金に縛られて息苦しさを感じている人は、ぜひ肩の力を抜いて聞いてみてください。まず最初のポイントとして、たくさん稼ぐの裏にある目に見えないコストについてです。世間では年収500万、800万、1000万と収入が高ければ高いほど幸せになれるような風潮がありますよね。でも、そのお金を稼ぐために僕たちはどれだけのものを犠牲にしているでしょうか。満員電車に揺られる時間、理不尽な人間関係のストレス、夜遅くまでの残業、そして家に帰っても仕事のことが頭から離れない精神的な拘束、特に刺激に敏感な HSP にとって、これらは脳のメモリを限界まで消費するとてつもない重労働です。つまり、たくさんのお金を稼ぐために、自分の大切な時間と心の平和という一番価値のある資産を差し出してしまっている状態なんですよね。これってよく考えるとものすごく割に合わないなと、ある時僕は気づいたんです。そこで僕が取った戦略が、たくさん稼ぐのを諦めて生活コストを下げるということでした。現在、僕の生活費は最初にお話しした通り、月11万円です。地方都市の隅っこで家賃を抑え、服をユニクロの定番で制服化し、毎日の食事は自炊を楽しむ。こうやって見栄や世間の当たり前を優しく手放していったら、月11万円でも驚くほど豊かに快適に暮らせるようになりました。
そして生活コストが月11万円まで下がった瞬間、僕の人生の難易度はイージーモードに変わったんです。なぜなら、生きるために必死にたくさん稼ぐ必要が完全に消滅したからですね。月11万円なら、週に数回 Uber Eats で体を動かしながら、家でコツコツと Kindle 本やノートを書いたりするだけで余裕でクリアできてしまいます。このたくさん稼がなくても生きていけるという絶対的な安心感が手に入ったとき、僕の毎日はまるで子供の頃の夏休みのようになりました。皆さん、子供の頃の夏休みってどんな感覚でしたか？朝パッと起きて、今日は何をしようかな？天気がいいから外で遊ぼうか？ゆっくり本を読もうか？って自分の時間のすべてを自分の意思だけで決められましたよね。今の僕の毎日は、まさにあの夏休みの空気感そのものなんです。朝は目覚まし時計をかけずに心地よく起きて、お気に入りの豆でゆっくりコーヒーを入れる。静かな部屋で読書をしたり、自分のペースで2、3時間だけ好きな書く仕事をしたりする。疲れたな、天気が悪いなと思ったら、その日は無理せず昼寝をして過ごす。誰の顔色を伺うこともありませんし、理不尽な納期に追われてビクビクすることもありません。たくさん稼ぐことを諦めた代わりに、僕は自分の人生の時間を 100% 取り戻すという何者にも代え難い富を手に入れることができたんです。こういうお話をすると、もしかしたらそんなのただの現実逃避だ。将来の老後が不安じゃないのかと思われるかもしれません。でも、これもしっかり仕組み化をすれば大丈夫です。生活コストが月11万円と低いので、調子がいい時に少し多めに稼いだ余剰資金を NISA などを活用して淡々とインデックス投資に回しています。生活の燃費が抜群にいいので、将来のために何千万円、何億円という大金を必死になって用意する必要もないんですよね。本当に人生っていくらあれば自分は笑って暮らせるかという数字が分かってしまえば、ただの簡単な計算問題になるんです。世間のきらびやかなレースの中でボロボロになりながらトップを目指して走り続ける必要はありません。僕たち内向型や HSP は社会の A 面のスピードからはそっと降りて B 面の静かで穏やかな世界で自分サイズの小さな暮らしを丁寧に守り抜く。その方が脳のメモリも解放されるし、毎日の幸福度は圧倒的に高くなりますよ。もし今の生活にもう疲れたな、息切れしそうだなと感じているなら、一度たくさん稼がなきゃという呪いを優しく手放してみませんか？上を見るのをやめて、足元の生活コストを少しずつ小さく引いていく。身軽になればなるほど、あなたの心には心地よい余白が生まれて、毎日がもっと自由で愛おしいものに変わっていきますよ。というわけで、今回はたくさん稼ぐを諦めたら、毎日が夏休みになった話についてお話ししました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。